ザンジバル最高とまでは言わないけど、まあまあ。はい、ルサカ発ダルエスサラーム行きのエアタンザニアですね。昼の3時5分出発予定だったんですけど、すでに3時52分です。1時間以上遅れるのは確実。ルサカ発ダルエスサラーム行きのエアタンザニアの機内です。 3×3 のシート配置で、まさかの非常口横の席でめちゃくちゃシートピッチ広い。機内エンターテインメントありです。夕方4時26分になってやっと飛び立ちました。機内食はこんな感じです。ビーフかチキンを選べてチキンにしました。ダラエスサラームの空港に着きました。今7時49分になるので、予定では6時25分着だったんで1時間20分遅れぐらいですね。では今から入国審査に向かいます。はい、ダルエスサラームの空港やっと外で出てきました。今8時34分です。入国審査がめちゃくちゃ長かった。情報によると E ビザがないとダメっていう噂もあったんですけど、アライバルビザ、やってましたね、今日の時点だと。で、私は E ビザをちゃんと取ってたんですけど、E ビザ50ドルです。取ってたんで普通に入国審査並んだんですけども、1人にかかる時間がめちゃくちゃ長い。私 E ビザの結果を印刷して持ってきてたんですけど、その私が持ってきた印刷の紙からなんか書き写してるんですよね。で、あとその内容をパソコンに入力したりしてるんですよ。超無駄じゃん、もうじゃないのマジで。何のための E ビザなんだよっていう、それですげえ時間かかってましたね。はい、でここダルエスサラームはですね、ルサカより1時間時差が進んでですね、日本との時差は6時間に縮まりました。でタンザニアの首都はここダルエスサラームだと思ってたんですけど、なんかドドマっていうところらしいですね。全く聞いたことありませんでした。ダルエスサラーム今の気温26度、最高気温29度の最低22度ということで、この気温だけ見ると過ごしやすそうに見えると思うんですけど、実際来てみるとすげえ湿気がありますね。ルサカとかと全然違います。気候がもう湿気がすごい。タンザニアの通貨はタンザニアシリングってやつで、今現在1タンザニアシリングが 0.055 円ということです。分かりづらい。でここタンザニアはですね、ガーナと一緒で最近4月かな、今年の4月から楽天モバイル使えるようになったっていう風に楽天モバイルは言ってるんですけど、繋がんないです。ガーナも繋がんなかったし、タンザニアでも繋がんない。でただですね、どっかの国で言ったと思うんですけど、世界130何カ国で使える eSIM を買っておりまして、エアロで買っておりまして、そっちが繋がるんで助かりました。おそらくボルトが使えると思うんですよ、配車アプリ。それでダルエスサラームのホテルまで行こうと思います。どこにいるのか5分ぐらい探し回ったけど見つけて、ボルトの車の乗り込みました。ちなみにウーバー見たら、ウーバーもちょっといたんですけど数は少ないっぽかったですね。ボルトは結構います。はい、20数分で着きました。予約してるホテルがですね、こちらホテル日光タワーズっていうところで、ちょっとびっくりでしょう私はびっくりして、こんなとこあんのと思って予約したんですよ。ホテル日光って思ったけど多分違うと思う。チェックインします。はい、チェックインしました。でホテル日光タワーズの日光はやっぱ日本は関係ないみたいです。インドの会社だって言ってました。だよ、びっくりさせんなよ正直日光だったらもっといいホテルのはずだから、逆に安心したけど、とりあえずルームツアー入ってベッドがあって、一応テレビがありますと。でこっちにセーフティーボックスとクローゼットがありますね。であとは水回りですけども、トイレ、洗面所でシャワーがありますね。でびっくり、これもしかして歯ブラシじゃん。まさか歯ブラシがあるとは思わなかった。で石鹸もここにあって、こっちも石鹸あって、でシャワージェルとシャンプーがあるんだ。この辺が揃ってると思わなかった。いいっすね。でここに冷蔵庫もありましたね。でそれで Wi-Fi なんですけど、あるみたいというかあるんですけど、インターネット接続なしって出て繋がらないので速さはわからないです。
でプラス今 eSIM の方も今繋がらなくてこの宿を1泊だけトレードするんですけど、ちょっと料金が今ちょっとわからないのでちょっと字幕で出しておきます。それでですね、今日もう遅い時間なんで、もうここ1泊寝るだけっていう感じになるんですけど、明日朝からですねザンジバルの方に行きます。このダルエスサラームからフェリーで行く感じになりますね。ダルエスサラームにせっかく来たんですけど、また後で滞在はしますが、とりあえず明日はザンジバル島へ向かうことになります。夜飯は機内食があったので、腹減ってないのでこのまま寝ます。ではおやすみなさい。おはようございます。ホテル日光タワーズの朝食ですね。ジュース、果物、シリアルでコーヒーがあってパンがあってチャパティで真ん中がコーンで、この左側のは卵、スクランブルエッグだそうです。であと野菜があってって感じですね。こんな感じになりました。いただきます。改めておはようございます。6月29日日曜日朝7時40分になります。ではですね、このホテルチェックアウトします。ホテル日光タワーですね。こちらの評価をしたいと思いますが、5点中3点でお願いします。ホテル設備、アメニティも含めて設備も整っていて、そこそこ清潔感あるので悪くないんですけど、Wi-Fi が全く繋がらない。これにつきますね。もうこれで大減点になりました。とはいえ結構場所もいいので、一応ギリ裁縫ありの3点にします。で、昨日もお話ししてると思うんですけども、ザンジバルの方に行きます。フェリーはあらかじめオンラインでチケットを取っておりまして、片道2時間ぐらいっぽいですね。行こうと思います。9時半発のフェリーで行きます。で、そのザンジバルってちょっと特殊な場所というか管理になっているようで、国としてはもちろんタンザニアの中ではあるんですけども、ちょっと別扱いというか、噂によるとパスポートにスタンプも押されるらしいんですよね。そんな感じの場所らしいです。ちょっと面倒くさくて、ザンジバルに行くには保険に強制的に加入しないといけないらしいんですよ。でそれも事前にネットでもう取ってあるんですけど、その保険代が44ドル、高いですね。でフェリーは片道35ドルでした。では、この後チェックアウトして向かおうと思います。1時間前ぐらいに着いとかなきゃまずいっぽいので、ちょっと早めに行こうと思います。はい、ということでこちらホテル日光タワーズですね。そちらチェックアウトしました。ではフェリーターミナルまで歩いていこうと思います。ホテルの前はこんな感じですね。世界三大凶悪都市ということで、ちょっと気をつけながら行こうとは思います。ただそんな危ない雰囲気はこの辺はないですね。この辺ダルエスサラームは今真冬に当たるんですよね。南半球だから。それもあってか朝はだいぶ涼しくて気持ちいい気候ですね。だいぶ爽やかな感じです。ダルエスサラームはこんなトゥクトゥクというかオートリキシャがいるんですね。ホテル日光タワーズもそうだったけど、結構インド州を感じる街ですね。フェリーターミナルはなかなかのカオスだと聞いていて、確かにそこそこ人はいるんですけど、このセキュリティのおっちゃんが声かけてくれてなんか連れてってくれるみたい。私が乗るフェリー会社はアザムマリンというところで、ここみたいですね。アザムマリン、ここはチケットオフィスみたいで、チケット持ってる人はこっちらしいですね。さっきのチケットオフィスの左側行って、ここをパスポートとチケットを確認されて、ここから入るみたいです。大きい荷物はここに預けろとのことだったんで預けました。多分お金はかからないと思う。やっぱり複数フェリー会社があるみたいなんですけど、アザムマリンの待合室はここみたいですね。そこに売店があって、このように、ちょっとした軽食とか飲み物を買うこともできます。さっき案内してくれたセキュリティの人に、もしかしたらチップとか要求されるのかなと思ったんですけど、大丈夫そうですね。普通の超いい人でした。海風が吹いてめちゃくちゃ今気持ちいいです。9時過ぎに乗船開始となりました。思ったよりちゃんとしてそう。オンラインでチケット購入した時に送られてくる BBF ファイル、そちらに QR コードとかあるので、それを見せれば OK でした。ちなみに私はエコノミー席ですね。エコノミー席で片道35ドルでした。席はこんな感じで自由席のはずですね。窓際行けるかな。船内はこんな感じですね。残念ながら窓際は無理か。これは、1個だけギリギリ窓側の席がありましたね。座席は結構広々としてるし、
シートピッチもまあ普通にあるんでかなり快適ですね。エコノミー席で十分だと思います。9時35分、ほぼほぼ帝国通りに出発しましたね。いざザンジバルへ。座れない人がいそうなぐらいに満席です。海が結構グリーンで多分綺麗ですね。この海はやっぱ船旅っていいっすよね。好きなんですよね。ザンジバル島が見えてきました。もうすぐ港に着くんですけど、看板に出てみました。もうすぐでザンジバルに着きますね。いやー気分いいです。うるせえ。船の看板こんな感じですね。いやー気分いいっすよ。はい、ということで11時13分にザンジバル着きました。はい、ということでザンジバル島に入島でございます。フェリー降りたところからの海ですね。いやこれきっと綺麗でしょう。エメラルドグリーンって感じの色です。普段テンションが低い私でもさすがにちょっとテンション上がってきました。いや楽しみだわ。ここのイミグレーションでパスポートチェックがあります。そしてこの入国カードみたいなものを書いて、あと保険に加入してるかどうかのチェックがありました。入ってなかったらここで入れるっぽいです。はい、ということで外に出てきました。ザンジバルって結構大きい島で国際空港もあるぐらいでかいんですよね。今日予約してるホテルがこの島の一番北側ヌングイっていうところになるので結構遠いんですけど、そちらに行こうと思います。バスで行けると思うんですけど、バスがどこにいるのか全く分かんない。ちょっと探してみようと思います。バス探そうと思ったんだけど、声かけてくれた兄ちゃんが8000シーリングって言って車でね、そんな安い8000なら全然ついていっちゃうんだけど、そんな安い400円ちょいでしょ。このグレーの兄ちゃんなんだけど8000だったらいいよね。本当 8000。こちらの車でシェアじゃなくて私だけらしいんですけど、本当に私だけで8000シリングでいいの？再確認したらやっぱ8万だった。危ねえ、やめときました。やっぱさすがに8000はないよな。ということで改めてバスを探します。バスはどこにいるんでしょうか。それっぽいものが全く見当たらない。くっそうぜえわ。ファーウェイ知っとるわ。今話しかけた兄ちゃんに相談してたらズクを捕まえてくれて、オートリキシャーですね。ヌングイ5000って言ってんだけど、本当また5万って言われそうな気がしないでもないけど、5000って言われたんで信じて乗っちゃいました。こんな感じの車内で隣に女性もいます。シェアトゥクトゥクです。と思ったらやっぱりバスターミナルまで来てくれるって話だったみたい。ここまでで5000シリングでこのバスに乗ります。どのバスかも教えてくれました。ということでこのバスに乗り込みます。運転席の真ん中に後ろ向きで座る形になりました。満員なんでしょうがないんだけど、こんな感じ。でちなみに2500シリングだって安い。運転席横の後ろ向き席2人掛けになりました。わけわかんない配置にいますんで、とにかく安全運転をお願いしたいところでございます。ちなみに12時ちょうどぐらいにバス出発しました。はい、バスの終点まで来ました。ここから歩いてそんなしないと思うんで歩こうと思います。いやしかし座席じゃない硬いとこに座ってたからケツが痛い。ザンジバルビーチリゾートだからすげえリゾート化された街だと思ってたんですけど、全然超アフリカ。今親切な方がいて道を教えてくれてこっちだってことでこっち来てるんですけど、何これもう超アフリカじゃん。全然リゾート感が今んとこないね。超アフリカ。ありました。なんとか見つかったザンジクラウンホテルというのが、今日宿泊するところです。 Google マップの場所がもし違ったら結構アウトだったかもしんない。はい、チェックインしました。いや最高っすね。ここいいっすよ。ではルームツアーします。いやお姫様が寝るようなベッドですね。でクローゼットがあって、すんごいちっちゃいセーフティーボックスもあります。でデスクがあって、コーヒーとかもあるんですね。もちろんエアコンもあります。で水回りなんですけどもこちらになりましてですね、こんな感じでトイレ、洗面所でシャワーですね。でアメニティは多分ハンドソープかな。ハンドソープだけしかない。しょうがねえな。であとバルコニーがあるんですよね。こんな感じでバルコニーがあります。眺望は特には良くはないです。
ここに椅子とかがあるのはちょっと嬉しいかな。Wi-Fi はまあ早くないけど、あるだけありがたいです。本当にありがたいです。それでこのザンジクラウンホテルなんですけども、ここに1泊だけします。1泊朝食付きで1867円でした。で、ここは私の部屋なんですけども、この上がテラスになってて、いいビューが見れるよって言ってたんで、ちょっと行ってみます。猫ちゃんがいますね。にゃお。ということで上に上がってきましたが、海見れるのかなあ、ここより上がある。上行ってみようか。あ、海見える。いや、めちゃくちゃ綺麗じゃん。なんだやべえ、早く行きて。いや、めっちゃ綺麗じゃない？すごいすごい。で、向こうの海もいいけど、なんかあそことかいい感じ。カフェ、レストラン、ホテルかな、なんかそういうのもちゃんと立ってますね。リゾート地っぽく。で、あとこのザンジクラウンホテルにはちっちゃいけどプールもあるんですよね。プール綺麗だな。いい感じですね。ということで今ホテルを出てビーチを見に行こうと思います。ザンジバルはいろんなところに綺麗なビーチあるらしいんですけど、ここヌングウィビーチっていうのはザンジバル島の一番北の端っこになるんですよね。で、ここも海がめちゃくちゃ綺麗だということで来てみた感じです。いや、楽しみだわ。もうすぐ海見たかったからまだ水着に着替えてないんで、とりあえずビーチまで行こうと思います。もちろん後で水着に着替えて泳ごうと思います。綺麗な海、ビーチの前で子供たちがサッカーしてますね。で、このめちゃくちゃ背の高いヤシの木がいい感じですね。細くて高い。ここで陽キャな方とかインスタ映えしたい人はサッカーの試合に混ぜてもらうとか、そういうわけのわかんない行動をすると思うんですけど、まあ私は、一切そういうことはしません。はい、ヌングイビーチに着きましたが、この辺海藻だらけですね。で、なんかあそこに牛がいるんですけど、ビーチに馬だったらなんかたまに見る気がするけど、ビーチに牛ってなかなか見ないね。この辺ボートだらけだな。あ、でも向こうちょっと人入ってる人いるか。で、今ビーチにおっちゃんに声かけられて、サンセットボートはどうだって言われたんですよね。ちょっと迷ったけどね、最初45,000シリングって言われて、いやいいやって言ったら一気に3万に落ちました3万シリングなら全然いいんだけどね、あれでしょ。でもサンセットって別にこっからでも見れるでしょ。で、牛の大群ゾーンに来たんですけど、なかなかでかいっすよ牛わ、この辺噴火、わ、怖っ。映さないけどバカでかい噴がありましたね。まあしょうがないよね。でもなんでここに牛がいるのかすごい不思議なんだけど。で、ちょっと歩いてきたんですけど、この辺多分あれだね、デカめのリゾートホテルのとこだね。あっち行けば海藻が少ない感じになるのかな。いや、しかしね、暑いよ。日差しが強烈で暑い。昼間は全然海とか入りたくなるぐらい暑いですね。じゃあここからちょっと入水してみようか。なるほど。まあまあかな。水温はまあまあですね。思ったよりは冷たいけど、でもまあまあですね。多分22、3度ぐらいじゃないかな。まあ全然入れる。全然入れる。で、結構、まあ見ての通り海藻は多いんですけど、まあでも水自体は綺麗ですよね。っていうか波全然ないね。よく考えたら。めちゃくちゃ穏やか。ちょっと正直な話、海藻多すぎるねまあこればっかりは仕方ないことだとは思うんですけど、ちょっと多すぎるな入るけどね、一応ね。後で入るけど、ちょっと海藻多いですね一縷の望みをかけてもうちょっと歩いてみます。西側に歩いてます。こっちの方海藻実は少なかったとかだと嬉しいんだけど、完全に私の望みを叶えてくれた感ありますよね。海藻めっちゃ少なくなった。こっちいいんじゃない？こっちもまあ海の中は海藻そこそこあるけど、でもまあ綺麗だよね。さらに西の方に歩いてきまして、まあ西というかもはやちょっと南方向に向いてるんですけど、この辺入ってる人めちゃくちゃ多いですね。あ、でもやっぱ確かに海藻少ない気がする。まあいるっちゃいるけど、あ、少ないね海藻。あ、いいね。確かに人がいっぱいいるここが良さそうだな。ホテルの場所から、まあ、そこそこ歩いたんですけど、私もここで泳ごうと思います。一旦めんどくさいけど一旦ホテル帰って水着に着替えてまたここに来ようと思います。ということで今水着に着替えましてですね、カメラ以外は全部部屋に置いてきました。で、こう一応あれかな、インド洋になるのかな。インド洋に入るの初めてですね。楽しみです。すごいどうでもいい情報なんですけど、私が今着ている水着ビクトリアフォールズで入って、でその後もちろん乾かしてたんですけど、乾ききらないままバッグに詰めてきちゃったんですよ。まあ、そのせいで生乾き臭がすげえして臭いです。先ほどの海藻がなかったゾーンまで歩いていって、そこで入ろうと思います。はい、たくさん人がいるゾーンまで来ました。ではここにクロックスだけ置いて入ろうと思います。いや、気持ちいいわ。下ちゃんと白砂だった。
もっとなんかゴツゴツした貝殻とかあると思ったけど全然ない。綺麗。インド洋に入水しました。気持ちいい。水温そうだね、やっぱ23度とかそんぐらいだと思う。いやー全然波がない本当に。まあ正直メキシコのイスラムヘイレスとかコスメル島とかあの辺に比べると綺麗ではない気がするけど、でもまあアフリカでこのレベルなら全然いいでしょう。ザンジバル最高とまでは言わないけど、今私が入っている周りはこんな感じですね。ここはひときわ観光客の方が多い気がします。そういえば海ではしゃぎすぎたせいでサングラスなくしました。あれいつの間にかなくなってたな。またどっかで安いの買います。はい、ということでまあまあな海満喫しました。ホテルに戻ろうと思います。はい、時間は夕方5時57分になりました。シャワー浴びてちょっとゆっくりしていました。今から飯食いに行こうと思います。やってきたのはホテルからすぐ近くにあるフィッシュマーケットっていうところですね。ここは安くてうまいらしいです。入り口はビーチ沿いの方にあるみたいですね。なのでついでと言ってはなんですが夕日を見れそうです。わ、めっちゃ綺麗じゃん。いいっすね。てか夕日見ながら飯食えるね。最高じゃん。入ろう。メニューはこんな感じですね。でちなみに今クレカ使えるか聞いたら使えるけど 5% チャージかかるって。残念ながらビールはないとのことでフレッシュフルーツジュースで、あと食べ物はグリルドツナを頼みました。夕日は残念ながらもう雲の中に隠れてしまいましたね。まあしょうがないですね。綺麗でした。はい、来ました。これが、フレッシュフルーツジュース。これがツナマグロですね。で米ポテトサラダもついてていい感じ。いただきます。どうすかいい感じですね。まずこれ、パッションフルーツ系ですかね。うまいですね。ではグリルドツナマグロいただきます。まあ間違いなくマグロ味の説明は何て言えばいいか分かんない。もう本当マグロ焼いたマグロって感じ、なのでまあ普通に美味しいですね。でこのライスは何て言えばいいかな、若干サフランライスっぽい味がする感じ。まずいものではないですね。でポテトフライはまあ普通のポテトフライ、フレンチフライ、卓上にケチャップがあるんで、それにつけて食べるとうまい。はい、ごちそうさまでした。お会計18,000シリングでした。味もいいんですけどこのロケーションがめちゃくちゃいいですね。もうこれですよ、これ。もう太陽は沈んじゃったけど、いや素晴らしいお店だと思います。でこのフィッシュマーケットレストランのすぐ横に商店があるんで、水とかそういうのを買っていこうと思います。はい、ホテルに帰ってきました。さっきの個人商店で水2本とコーヒー2本を買ってみました。でこれで12,000シリングだった。ちょっと高い？やられた？はい、ホテルで洗濯等をしておりました。もうこの辺のビーチリゾートは夜は特にやることもないですし、早めに寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。6月30日月曜日朝6時33分になります。ビーチ行って朝日でも見ようかなと思いましてですね。天気さえ良ければ朝日見れそうなんですけど、ちょっと雨降ってます。通り雨って感じではあるんですけどね。で、ただビーチ出る前に判明してしまいましたが、太陽雲に隠れてますね。いいや、一応ビーチまで行きます。早朝のヌングイビーチになります。で方向的にあっちですね。朝日はもろ雲に隠れちゃってるな。このまま待ってても朝日を拝みそうもないので、当分は仕方なくホテルに帰ります。何しに来たんだ。ホテルの朝食が8時からなんですよね。だからまだ1時間半ぐらい暇なんですけど、腹減ったな。ちょっと耐えらんないぐらい腹減りました。はい、8時になりましたのでホテルの朝食をいただきます。こんな感じですね。で今卵料理何にするって聞かれたんで、卵料理も後で来ると思います。正直フルーツは後で持ってきてほしい。卵料理はオムレツをオーダーしました。でオムレツとパンとチャパティがあります。それではこの後チェックアウトしますので、こちらザンジクラウンホテルですね。こちらの評価をしたいと思います。星5つ中難しいんですけど、ギリ3つでお願いします。このホテルブッキング .com でも Google マップでもめちゃくちゃ評価高いんですよ。結構期待してきたんですけど、正直そんな微妙な感じですね。私が滞在中2回停電しまして、そんな時間かからずに復旧したし、
ちょっと地域的な問題かもしれないんで、そこはいいっちゃいいんですけど、お湯が一切出ませんでしたね。で、あと水圧がめちゃくちゃ弱いです。その辺が微妙っすね。ただ Wi-Fi は安定して繋がってたので、その辺はいいんですけど、どうなんですかね。お湯が全く出ないっていうのはちょっとね。で、ただヌングイビーチがすぐそこで、それで8000円ちょいで朝食付きで個室に泊まれたのは良かったとは思います。なのでギリ裁縫ありの3点にします。で、それで今日からの予定なんですけども、ここは1泊だけでチェックアウトするんですけど、まだザンジバルからは離れないです。今日これから向かうところがですね、フェリーの発着場所に戻る感じにはなるんですけども、その辺にあるストーンタウンっていうところ、そこはザンジバルのおそらく中心地になるっぽいんですけど、そちらの方に行きます。で、そちらで2泊する予定でございます。このホテルチェックアウト10時までらしいので、10時頃にチェックアウトして、こっちに来た時と同じ方法でローカルバスに乗ってストーンタウンの方に戻ろうと思います。ということでホテルチェックアウトしました。ホテルのスタッフ、オーナーの方とかスタッフの方はめちゃくちゃいい人でしたね。ローカルバスが止まってる場所を行こうと思います。おそらく昨日バスが止まったところでしょう。ヌングイビーチに別れを告げます。で、昨日海沿いにいた牛たちがあの辺でたむろしてますね。あれって人が連れてきてるのか自然に集まってるのかよくわからん。昨日バスが止まった場所に着きました。このバス行くかな、ちょっと聞いてみようと思います。って言ったので乗り込みます。ちなみに今更なんですけど、こっちに来るときはもう運転席と助手席の間のここに座ってました。ここに3人ぐらいが座ってました10時8分に出発しました。はい、ストーンタウン近くのバスターミナルに着きました。着いたのが12時半で、2時間20分ぐらい。きつかった。ケツ痛いっす。で、ここ、ストーンタウン近くのバスターミナルとはいえ、ストーンタウンまでちょっと距離あるので、トゥクトゥクかなんかで、ホテルまで行こうと思います。みんなホテルを知らなくてちょっと苦労しますが、5000シリングで予約をしました。リクシャが走ってる感じもやっぱりちょっとインドっぽいし、インド色が強い国というか島ですね。はい、リクシャ5000シリング払ってきました。で、着きました。ここアルミナルホテルっていうところにあります。チェックインできるかわかんないけど、今12時55分。アルミナルホテル10分ほど待ってチェックインさせてもらいました。ではルームツアーします。はい、入って蚊帳付きのベッドですね。で、こちら冷蔵庫あって水2本無料になります。で、クローゼットですね。セーフティーボックスはないです。ティッシュがあるのが珍しい。で、テレビとエアコンで、なぜか扇風機があると。眺望はほぼなし。水回りなんですけども、トイレ、洗面台、シャワーということで。一応シャワーカーテンあるんだ。いいっすね。で、これがハンドソープ、シャワージェル、シャンプーと。この辺揃ってるのは嬉しいっすね。で、Wi-Fi は遅すぎて話になりません。はい、でこちらストーンタウンっていう地区にあるアルミナルホテルなんですけども、こちらに2泊します。2泊朝食付きで93.6ドル、93.6ドルなんで、ちょっと字幕に出しときますけど、1万3、4千円でぐらいですかね、2泊で。それでですね、フェリーターミナルもほど近いこのザンジバル島のストーンタウンっていうところなんですけども、ストーンタウンの街並みが世界遺産に登録されております。いろいろ歴史的な変遷がいろいろあって、価値があるっていうことで世界遺産に登録されたっぽいんですけども、このザンジバル島は、10世紀頃からアラブ商人とか、あとポルトガル、オマーン、イギリスと、それぞれ支配者が変わっていったらしいんですよ。で、その影響もあっていろんな文化の影響を受けているらしいんですよね。そういった歴史的背景があるので、貴重だということで世界遺産に登録されたそうです。で、このザンジバル出身の有名人がいて、クイーンっていう伝説的バンドになるのかなのボーカルのフレディ・マーキュリーっていう人、その人がこのザンジバル出身らしいです。フレディ・マーキュリーが生まれた時はイギリスが支配していたらしいので、フレディ・マーキュリー自身は英国人、イギリス人ということになるみたいなんですけど、出身はこの島みたいですね。ということで今日はちょっとそのストーンタウンを回ってみようかなと思います。はい、それではストーンタウンを巡っていこうと思います。昨日海でサングラスなくしたから、どっかで安くサングラス買いたいね。世界遺産になってるぐらい重要な建物が並ぶ街なんですけど、
この辺だね。ストーンタウンの建物はこんな感じですね。まあ確かにいい意味でアフリカっぽくはないですね。はい、まず最初にやってきたのがこちらですね。オールドポルトギーズアーチという風に Google マップでなってます。まあ日本語で言うと旧ポルトガル門って感じですかね。でまああれですね、ポルトガル統治時代に作られた門ってことでしょう。好きな人は好きかもしれませんが、私としてはそうっすかって感じですね。で今向かっているところはですね、先ほどお話しした通りフレディ・マーキュリーの出身地ということで、フレディ・マーキュリー博物館っていうのがあるらしいので、そこに向かってます。観光客が全然いないので分かりづらかったですが、見つけました。フレディ・マーキュリーミュージアムですね。どうしようかな、クレカで払えそうだったら入ってもいいんだけど、クレカで入れるみたいなんで入ってみようと思います。1人8ドル、ということで8ドル払う必要はないと評判のフレディ・マーキュリー博物館入ってきました。ということで当時のザンジバルの写真が飾られていたりとか、あとこれがおそらくフレディ・マーキュリーでしょうね。いかついっすね。フレディ・マーキュリーの子供の頃の写真がいろいろと飾られてますね。I'm not going to be a star. I'm going to be a legend. よくわかんないです。この辺になるともう大人のフレディ・マーキュリーですね。あれですかね、ちょっと汚い古びたピアノなんで使ってたやつなんかね。でおそらくこれは実際に着ていた衣装ということでしょうね。まあこれかな。ここでもう終わりっぽいですね。さすがに短くねえか。以上です。フレディ・マーキュリー博物館を出たすぐ横にサングラスがあって、で買いました。1万シリングでした。最初ね7万5000シリングって言ってきてがっつって出たんですけど、でいくらならいいんだって言われて1万って言ったら即 OK になりました。これあれか、もっと安くできたか。失敗したな。改めましてストーンタウンの街並みをご覧ください。なんかこの建物ちょっと綺麗ですね。この道とかも細くてもうストーンタウンって感じで、ちなみに今更ですけどこの旧市街っていう形になるみたいですね。ストーンタウンは、このようにお土産物屋もたくさんありますね。いろんなお店があってちょっと面白いかも。で今オールドフォートの中に入ってきたんですけど、これあれなのかな、工事中ってことかな。中は普通にお土産物屋さんが並んでるけど、ストーンタウンの街並みと変わんないね。オールドフォートっつっても残念ながらどこを見るとかそういうのはないみたいなんですけど、この要塞オールドフォートは17世紀にできたらしいんですよ。なので400年300何十年ぐらい経ってるから、歴史的価値はあるっていうことだと思います。でオールドフォートの外観はこんな感じですね。日向だとやっぱめちゃくちゃ暑くてね、ちょっと休みたいと思います。このストーンタウンで結構有名っぽいカフェがあるみたいなのでそちらへ行きます。はい、やってきたのはですねザンジバルコーヒーハウスというところで Google マップの口コミ1000件超えですし、ちょっと有名っぽいです。ちょっとここで休みます。店内はこんな感じで素敵な感じですね。でオリジナルグッズを作っちゃったりなんかしてるみたいです。やっぱ人気みたいですね。注文したのはコーヒーアメリカン、あとバニラのアイスクリームを頼みました。はい、すぐに配膳されました。こちらアメリカンコーヒー、量少ねえな。でお菓子がついてます。でこちらがバニラアイスです。バニラアイスです。ではコーヒーからいただきます。でもうまいかも。なんかザンジバルってコーヒーも結構有名みたいなんですよね。確かにうまい。でバニラアイスクリームです。普通に美味しい。ごちそうさまです。お会計1万2000シリングでした。いや暑くて疲れてたし腹減ってたんでちょうどよかったですね。